はい、動画をご覧になった方からフォアハンドのダブルベンド、肘と手首が回った形のダブルベンドの打ち方とストレートアーム、フェデラーなどの選手が打つケースで肘が伸びてボールを打つ、このようなケースの違いについて質問がありましたので動画で解説をしたいと思います。この点についてはなかなか明快な解説はあまりないのが実情だと思います。ですので私の動画でもあくまで一つの考え方、見方としてご覧いただけたらと思います。まず基本的にストロークの動作は体を回す動作、軸を回しに行く動作によってボールを打ちます。この力をいかにラケットのスイングで最大化していくかというのがポイントになってきます。そしてどちらのケースも腕をムチのようにイメージしてください。腕をムチのようにイメージし、体を回すことによってこのムチが回ってくる、そんなイメージで捉えてください。そしてストレートアームの場合は体が回り、この腕のムチが出ていきます。そして出ていって、そして最も回転の半径、ムチの回転の半径が大きくなったところでインパクトを迎えます。そうすると体が回る力が最も加速した状態でインパクトを迎えられるわけです。ですので体を回した動きを最後ラケットを加速するために小さい動き、小さい円運動を描くようにするのですが、ストレートアームの場合は体を回していき、このムチが手首を支点に最後小さい円を描くようにする。そしてその後このラケットの遠心力に引っ張られるようにフォロースルーをするといった形になっていると思います。ですので最も遠い場所、体の軸から遠い場所で最後腕の動きを止めていくので、最もスピードが加速した状態でボールをヒットすることができるということになります。一方でダブルベンドの場合は肘と手首が曲がった状態でインパクトを迎えます。このケースでは体が回った力を二の腕、ここを支点に腕の動きを止め、腕を振り抜いていっているというふうに考えられます。体を回していった時にこの体を回す動作を止めることによってラケットのスイングを加速していくわけですが、ストレートアームの場合は手首が回ることによってラケットヘッドが加速する。一方ダブルベンドの場合はこの二の腕が止まって肘から先が前に出ていくような形を取ることによってラケットを加速しているというふうに考えることができます。そしてそれぞれのメリットデメリットですが、まずストレートアームの場合は先ほど言ったように体が回った力が最も加速したところでラケットヘッドをさらに加速していくので、強いボール、鋭いボールを打つことができると考えられます。ですがその分体がしっかり回ってきたところでインパクトを迎えなければいけないので、ボールを打つまでこの支点となる手首までしっかり体が回ってくるまでに時間がかかります。ですので対応力としてはストレートアームの方が少し時間がかかるということが言えるでしょう。一方ダブルベンドの場合は体が回った力が二の腕を中心にして振り抜いていきますので、そういった意味では体の力が最後加速しきる前にラケットヘッドを加速しに行くといったイメージになります。ですので鋭いボール、ラケットヘッドの加速という意味ではダブルベンドよりストレートアームの方がラケットヘッドが加速していくと考えられます。ですがダブルベンドの場合は構えた状態から体を回しすぐに肘から先を回していくことができるので、構えを作ってから振り出しに行くまでに短い時間で対応できるということがポイントになります。ですので構えた状態からすぐに腕を加速していけるので、その分早い時間でいろんなタイミングに対応できたりするといった点になってくるでしょう。はい、
ストレートアームとダブルベンドについて解説をしました。基本的には体の軸を中心に回る動きは一緒ですが、この軸を中心に回る動きが最後止まりラケットを加速しようとするとき、その時にできるだけ先、ムチの先の方で止め、そしてラケットヘッドが加速していくのか、あるいはムチの手前の方、ムチの手前で止めてそこから先を加速していくようにするのかといった点が違いになってくると思います。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。